乃木坂46の乃木中西アルノです。30秒間で自己紹介をするということなんですが、家族構成は母、父、私、弟、おばあちゃんの5人です。ペットをいっぱい飼ってます。ヤモリ6匹と、犬が1匹とハムスターが1匹です。あとなんだろう、なんかあまりどうしよう。おばあちゃんはカジノがすごい好きでよくラスベガスに行きます。まさか30秒自己紹介でまず家族構成から始めるとは思わなかったけど、びっくりしたね。びっくりしました。本当にめっちゃ大きく出ちゃった。いい反応でした。いっぱいなるのちゃんは動物？はい。虫じゃないか、動物か。ないんです。はい。ヤモリって動物か。まあそうですよ。まあ虫爬虫類です。爬虫類か。はい。6匹ってすごくない？まあでも爬虫類好きな人って結構多頭飼育しがちみたいなところなので。へー、そうなんだ。見分けつくの？顔の。まあ唯一私が見分けつきます。すごい。私以外の人はつかないぐらいの違いで。だよね。すごい。あと何飼ってた？あとはトイプードルとハムスター。おー。とヤモリ6匹？はい。急なんだね、ヤモリ6匹。急になんかね、そこだけ異世界みたいな感じなんだね。なんだっけ、名前独特だったよね。今まで出会ってきた人の名前をつけてて。すごくないそれ？なんかすごいよね。思い浮かばない？そのヤモリのさ、名前呼んだ時にさ、パッてその人が。思い浮かびます。だよね。でも可愛がってるからいいかなっていう。すごい不思議な子なんです、アルノちゃんは。はい。アルノちゃんと私の共通点を探したいなと思いますけど、なんかあるかな？筒井さん、あやめさんは、なんかあやめさん和菓子が好きだとお聞きしていて、私もずっと小学生の頃から茶道やってたので、すごいこう八百万たくさんの和菓子を食べてきたので、私も和菓子大好きなんですよ。だからそこが共通点かなと思って。部活で茶道やってたの？部活でやってました。いいな、私も茶道ね、やりたかった。書道のイメージあります。そう、書道やってて、部活に茶道がなかったからやんなかったんだけど、いいよね。和菓子好きなんだ。何が一番好き？やっぱり練り切りとか、お団子とか好きですね。王道だけど食べたことないわ。そうなんですか？そっか、お茶道やってたらさ、出てくるよね、そういうのね。そうなんです。だからすごいたくさん食べてて。で、白あんなの？あれ何？白あんです。へー。色つけたりとかして。へー、そうなんだ。私はね、生もみじまんじゅうってわかります。食べたことある？食べたこと多分あるんですけど、いかんせんたくさん食べてきたのでちょっとあんまり思い出せないんですけど、わかります。あれが好き。待って、なんか賢そう。そんなことないです。なんで急なんですけど。なんか私の知らない言葉がたくさん出てくる。いやー、学ぼう。何歳だっけ？私は19。19か、一つ上だ、私の。そっか、年上だ。賢そうだな。私なんかバカそう。喋り方とか。もういいや。はい。この前、10th yearバースデーライブもありましたね。はい。アルノちゃんは29枚目の選抜メンバーなので、先輩方とね、いろいろ曲もたくさんやってきたと思うけど、どうだった？ライブは。そうですね。なんか、本当に緊張しました。日産スタジアムの規模が、ちょっとあまりにも広くて、基本は先輩方の後ろで踊らせていただくことが多かったんですけど、それでも本当にもうみんな膝震えてて、そうか。だし、でもやっぱり先輩の背中見れるのが本当に安心感があって、そうなんだ。そうなんです。嬉しいな、それは。やっぱ緊張するよね、最初ね。ツアーも今この収録時点ではもうちょっと後なんだよね、ツアー始まるのが。緊張してる？
ちょっと、まだ規模感が全然分かってなくて、確かにね。だから多分こうリハーサルとかで、現地のリハーサルとかが始まったらまた膝がだよね。震えてきそうな予感がしてます。既成楽曲のさ、ウツボの1秒前さ、振りめちゃめちゃ難しいよね。思ったより難しくて、だよね。ちょっと K-POP っぽい、こう座ったりとか確かにがすごい多くて、細かそう振りがね。あれ振り入れ1日？一回 MV の前にこのサビ入れて、その後日フルでっていう感じです。MV のさ、めっちゃ近い日にさ振り入れするよね。します。あれさ、ちょっともうちょっとなんか自主練の時間くださいみたいな思うよね。でもみんなで話してました。結構 MV の前日とかに振り入れもいっぱいあるから、なんか1週間前ぐらいに振り入れして、ちょっとそこでみんな体に馴染ませてから MV 撮りたいよね。先月のミニライブの深読みと好きになってみたも、と前々日ぐらいに振り入れしたばっかり。しかもさ、フルだったじゃん。そうですよね。1日でフルで2曲でその何日かにね、披露って結構、ね、多いですよね。そうなんですよ。だからそういうのもね大変だけどね、頑張らな。頑張らな。あとは最近気になっていることがあるそうで、これを教えてください。もう本当大したことじゃないんですけど、ガムを口からこう出すタイミングがわからないんですよね。そうだね。確かに大したことではないけど、ガム？そう、顎の筋肉がなくて疲れちゃうんですよね、食べると。わかるわかる。まあ大体味なくなる。なくなったら出す人とか、ちょっと飽きたら出す人とか、それでいいんじゃない？味なくなる前に飽きちゃう。味なくなる前に疲れちゃう。そこではまだ口から出したくないの？なんかもったいない気がして。味あったらまだいけるじゃん。そうなんですよ。ちょっと貧乏症なところあるので、ちょっともったいないかなみたいなのを思ったりするんですけど、いつ出そうかなって最近気になって。でも疲れちゃったら、それ以上疲れさせたくないから、もうガムはいっぱい入ってんじゃん。バーってね。だから大丈夫だよ、出しても。確かに、そうですね。次からは疲れたら出すようにします。そう、そうしなさいね。顎が大きくなっちゃうから。確かに。そうだから、疲れたら出す。はい。OK。はい、そうです。はい。ここからは番組にいただいたお便りを紹介します。愛知県ラジオネーム特勤特勤さん、ありがとうございます。乃木坂の皆さん、乃木僕は暇でしょうがないとき、レシートで爪を磨きます。丁寧にやると表面がツルツルピカピカになるので、ついついやってしまいます。皆さんの究極な暇つぶしを教えてください。すごくない？レシートで爪磨くの。磨けるんですね。知らなかったです。暇つぶしか。で待ち時間がね、こうグループだと多いから、いつも何してる？そういう時。何してる？本当に天井のシミの数とか数えたりしてます。やったことない。初めて聞いた。すごいね、独特だ。宙を見る感じというか、何していいか分からなくて。携帯とかあんま見ない人？そうですね、あんまり見ないかな、待ち時間とか。すごい。天井見てんだ。私はでも本当にありきたりな YouTube を見てるかな。YouTube も見ない？見てます。見てる？はい。何見るの？真夜中のビバリウムさんっていうそれこそたくさん爬虫類とかいろんな生き物飼ってる人の YouTube を見てます。やっぱり好きだからね、見るよね。でもそんな感じだよね。みんな割と寝てる子もいればね、携帯見てる子もいれば、でもシミ天井の数えてる方があるのちゃんだけだと思うからね。面白い独特な回答でした。では続いて、愛知県ラジオネーム横風不幸さん、ありがとうございます。乃木坂の皆さん、乃木。僕は子供の頃からミステリーアニメが好きだったので、よく探偵ごっこをやっていました。
乃木坂の皆さんは子供の頃どんな〇〇ごっこをして遊んでいましたか？もうやってた？なんか、友達がやってるところにやろうよって、なんかははははってさせられる。それははやる何ごっこ？何ごっこって言うんですかね。はは江戸時代ごっこって言うんですかね。すごー。なんかそういうことをやらされてた記憶があります。子供の頃に江戸時代ごっこやってる人いないよ。すごいね。でもあとはプリキュアごっことか、人数合わせでやらされてましたよく。すごいな。私はお医者さんごっことか、なんかね、お家に聴診器があったのよ。それで使ってやったりとか、あといとことちっちゃい頃はお店屋さんごっこして、おばあちゃん家でいとこと集まるんだけど、その時にお店をちゃんといい感じに作って、カゴとかで、で、私のお父さんとかをお客さんで呼んで、ピーってしてやってた。かわいい。そういう思い出があって。でもよかった、プリキュアごっこしてて。ちゃんとそういうね。感しました。乃木坂の皆さんは最近誰かに褒められて嬉しかったことなどありましたか？難しいですね。あんまり褒められることないかもしれないです。あるかな。でも確かにさ、ずっとね、高校も卒業してさ、お仕事でグループのお仕事ってなると、褒められるのってメンバーとか、スタッフさんもたまに褒めてくれるけど、メンバーとかからない？でもこの間久保さんから、アクチュアリーのパフォーマンスめっちゃかっこよかったよって言ってくれたのはもうすっごい嬉しかったです。すっごい嬉しかった。すっごい嬉しかったです。それはね、アクチュアリーね、あとスター誕生とかもね、あって歌ってるから、それでもさ結構褒められるでしょ、ファンの皆さんとかも。確かにちょいちょい褒めていただけるところはあったなと思います。よかった。ファーストラブ、かっこいい曲と、六本木真珠。すごいなんかやっぱアルノちゃんの歌声はすごくね、お見立て会でも披露してたけど、すごくいいから、スター誕生もいいよね。あの番組なんかみんなの声聞けてね、楽しいですね。5期生の子ってなんか声にも個性があってさ、みんな違うからさ、なんか面白いなと思って。でもみんな歌うまいよね。オールラウンダーの子が多い気がします。何でもできるというか。オールラウンダー。オランウータンにしか聞こえないんだけど。何？オールラウンダー？オールラウンダー。こう、歌とか、ダンスとか、大体こう、マルチに、こう、いろいろできるみたいな感じです。なるほどね。確かに、オールラウンダーの子多いかも。そう。もっと語彙勉強しないと、本当。ありがとうございました。乃木坂46の文化放送キーステーションにお送りしている乃木坂46の乃木坂46であの教室を聞きながらお別れのお時間です。どうでしたか？いや、すごい楽しかったです。こうしてお話、ちゃんとお話できたのが初めてかなと思うので。そうだよね、確かに。あとは語彙をどう習得しているのかが気になるな。なんか結構本とか読むんですけど、こう覚えた言葉をすぐ使いたがる癖みたいなのがあって、なんかそのうちにぶっちゃけ正しいかは分かんないんですよ。あんまり使い方が正しいか分かんないんですけど、まあでもなんかとりあえず言ってみてるだけなので。なるほどね。はい。とりあえず言ってみようか。でも本私も結構読むんだよね。だけどなんでだろうな、なんか全然ね習得してない。なんも語彙を読んでる本が違うのかな。どういう系読んでるの？でも小説とか読むし、まあ本当にいろいろ読みます。なんかエッセイとかも読むし、あと自己啓発本とか。そうなんだ。ちょっと私も読んでみ習おう。語彙力ないってね、すごいね、お母さんに言われるの。そ
そうですかね。そんなイメージないんですけど。本当に知的なイメージあります。本当に、嬉しい。やったはい。あとは29枚目も一緒に活動してたけど、でもさ、入ってもうすぐ選抜にね、なんでいろんな新しいことももうすぐ経験したわけだけど、もうなんかいろいろ始めてすぎてもうごっちゃらになるよね。もうごっちゃだったし、こうずっと現実味がなくて、そうだよね。本当何もかもついてくるのに必死で、でも途中から、これはいい経験だと思って、自分のこう経験値だと思ってこう、頑張るようにしてました。いや素晴らしい。大事。いやこれからもいっぱいあると思いますけど、頑張ろうね。頑張ります。はい。